皆さんおはようございます。映画監督の大沢です。今日はですね、ワーナーブラザーズスタジオ前からお送りしております。で、今回は映画の仕立てや編集についてお話ししたいと思います。で、編集っていうのはですね、まず、編集者がスクリプトスーパーバイザーからデイリーログを受け取るところから始まります。で、スクリプトスーパーバイザーっていうのは撮影現場でコンティニュイティを主にチェックしている人になります。でこれはですねコンティニュイティ連続性なんて言われますけれども、撮影現場でですねアクターのセリフであるとか動き、そして、小物の位置とか、あとは服のズレとか、そういったようなものが毎回巻いていくですね同じになるように監視している人がいるんですね。でこれがないと、例えば前のテイクでは右手でコーヒー飲んでたのに次のテイクでは左手で飲んでるみたいな、そうなるとですねこれ編集でつながらなくなってしまって使い物になりませんから、そういうことがないようにケアしている人が、スクリプトスーパーバイザーですね。でその人が現場でいろんな事細かにメモを取っているんですけれども、それがデイリーログです。で内容いろいろありますが、例えばどれぐらいのレンズサイズで撮ったのかとか、何のフィルターがかかっていたのか、あとはどれぐらいの尺だったのか、そして監督の指示とか台本との変更点とかですね、そういったようなところをメモしたものを編集者が受け取って初めて編集が開始できるみたいなっていうところがあります。で、映画制作のプロセスの中でストーリーは3回リライトのタイミングがあると言われています。でまず1回目はオリジナルのストーリーを書く脚本の段階ですよね。で次がこれは撮影現場です。もちろん現場でも臨機応変にいろんなことが起こりますから、そして最後がこれ、編集になります。なのである意味ですね、編集っていうのはストーリーを修正できるラストチャンスと言えます。で、編集って心理学的にもですね実は非常に深くてですね、有名なところで言うとソ連映画とかの、クレショフ効果とか、あとはモンタージュ理論、そういったようなところがありますよね。でこれはプロパガンダ映画とかでも使われたりしていますけれども、はい、で、編集、映像編集のそもそもの概念っていうのは実は夢から来てるんじゃないかとかって言われたりします。夢っていうのはこれ人が寝てる時に見る夢ですけれども、要はですね人ってパッと朝起きてからふっと夜寝るまでって基本的にこれカットポイントのないワンシーンですよね。ただ寝た瞬間にある意味ここカットというか、次のシーンに移るという感じで、夢の中ではいろんな場所に飛んでいったりとかって、ちょっと変なね夢を見たりするじゃないですか。そういうところから映像編集のなんか最初のですね概念が生まれたのではないかとかって言われていて、個人的にはこれはすごく面白い視点じゃないかななんて思っています。であと皆さんディレクターズカットって聞いたことあるかと思いますが、これはですね監督と編集者が別々で存在しているから起こり得てしまうことなんですね。で、やはりですねなかなかプロジェクトが大きくなればなるほど監督が、自らの意思で編集をすることってなかなかできない。でそうするとプロの編集者がいて、大人の事情でですね監督が思っていたものとは違う作品になって世に出たりっていうことは、あります。でそういった場合にですね監督がいや自分が伝えたかったことはそうじゃないんだっていうので自ら編集したものがディレクターズカット版なんて呼ばれて、これは主にDVD とか、ブルーレイ、そういったものに特典映像として入ってたりしますので、見比べたりすると、なんか全然ストーリーが違ったりとかよくあるのはエンディングが全然違うとかですね、そういうことって結構ありますよね。はい、以上が編集についてでした。次回はですねコスチュームデザイナーについてお話ししたいと思いますのでお楽しみに。